もし宇宙の果てにたどり着けたとしたら、一体何があなたを待ち受けていると思いますか？無数の星々、漆黒の闇、それとも想像を絶するような何かが、人類が古くから抱き続けてきたこの究極の問いに、今、科学とほんの少しのブラックユーモアで迫ってみましょう。私たちが住むこの広大な宇宙には、未だ解明されていない謎が満ち溢れています。その中でも特に多くの人々の心を捉えて離さないのが宇宙の果てという概念です。果たしてそこには物理的な境界が存在するのでしょうか？それとも私たちの認識や理解の限界があたかも果てであるかのように錯覚させているだけなのでしょうか？このチャンネルでは最新の宇宙論から垣間見える宇宙の果てに関する衝撃的な事実と、もしそこに到達できたとしたら起こりうる少し不気味でどこかユーモラスなシナリオを探っていきます。あなたの宇宙観がこの数分間で根底から覆されるかもしれません。宇宙の果て、それは SF 映画や哲学的な思考の中で語られる遠く手の届かない概念のように思えます。しかし私たちは本当に宇宙の果てに到達できるのでしょうか？もしできたとしたら、そこで私たちが見るのは終わりなのか、それとも新たな始まりなのか。今日この深く少し恐ろしい問いに対する科学的な視点と私たちの想像力が織りなす物語を紐解いていきます。この探求は単なる物理的な旅ではありません。それは私たちの存在意義、宇宙における立ち位置、現実とは何かという根源的な問いへあなたと私たちを誘いますが、今感じているこの地球上のあらゆる制約や常識が宇宙の果てでは全く通用しないかもしれません。もしかしたらその場所こそが宇宙の真の姿を映し出す鏡なのかもしれないのです。さあ一緒にこの壮大な旅に出かけましょう。さて宇宙の果てに到着したら一体何が起こるのでしょうか？考えられる事態は主に3つから5つあります。それぞれが私たちの常識を揺さぶる衝撃的なシナリオです。観測不可能な領域への突入。まず最も現実的な可能性からお話ししましょう。私たちが宇宙の果てと認識しているものは実は観測可能な宇宙の果てに過ぎません。これはビッグバン以降光が地球に到達できる限界の距離を指します。その半径はおよそ465億光年、想像を絶する広さですが、宇宙全体から見ればほんの一部に過ぎないと考えられています。私たちの知る宇宙の歴史はビッグバンという始まりから約138億年とされていますが、宇宙の膨張によって光が到達する距離はさらに遠くなっています。この観測可能な宇宙の端は物理的な壁ではありません。それは私たちが過去の光を通して宇宙を見ることができる限界なのです。これ以上遠くの宇宙はたとえそこに星や銀河が存在していたとしても、その光が私たちに届く前に宇宙の膨張によって遠ざかってしまうため永遠に観測することができません。まるで水平線が私たちには地の果てに見えるけれども、実際には地球が丸いからそう見えるだけというのと同じようなものです。宇宙の膨張速度が光速を超えている領域からはどんなに高性能な望遠鏡を使ってもどんなに時間をかけても光が届くことはないのです。もし私たちが観測可能な宇宙の果てにたどり着いたとしたら、そこには何があるのでしょう？もしかしたら漆黒の闇が広がるだけかもしれません。なぜならそれより遠い場所から放たれた光は宇宙の膨張速度があまりにも速いため永遠に私たちに届かないからです。まるでどれだけ走っても追いつけない幻のように、情報はそこに存在しても私たちはそれを知覚することができません。私たちは存在はするが決して見ることのできない見えない宇宙の入り口に立たされることになるのです。それは科学者が言うところの情報の地平線であり、私たちの認識能力の限界を示す場所でもあります。この地点を越えてしまったら私たちの科学的な探求は文字通り見えない壁にぶつかることになります。どんなに優れた観測機器を用いてもそこから先の情報は得られず、私たちはただ想像力に頼るしかなくなるでしょう。それはまるで人生の到達点を探し求めて旅に出たのに見つかったのは自分自身の視野の限界だったというような皮肉な状況ですね。ちょっとしたブラックジョークですが、私たちがどれだけテクノロジーを発達させても物理法則の前には無力だという現実を突きつけられる瞬間かもしれません。もしかしたらこの見えない宇宙こそが本当の宇宙の大部分を占めているのかもしれません。そして私たちはその広大な宇宙のごく一部しか知らないまま満足しているのかもしれないのです。宇宙の構造的な境界に直面する。次に考えられるのは宇宙が何らかの構造的な境界を持っている場合です。現在の宇宙論では
宇宙に物理的な壁や終わりはないと考えられています。しかし宇宙の形が無限に広がっているのか、それとも球体や円環状になっているのかはまだ完全には解明されていません。宇宙の幾何学はその全体的な物質密度によって決定されると考えられており、平坦な宇宙、開いた宇宙、蔵型、閉じた宇宙玉型の3つの可能性が提唱されています。現在の観測では宇宙はほぼ平坦である可能性が高いとされていますが、これはあくまで観測可能な範囲での話であり、宇宙全体がどのような形をしているかは依然として大きな謎です。もし宇宙が有限で何らかの形を持っているとしたら、その端にたどり着いた時何が起こるのでしょう。まるで地球を一周して元の場所に戻るように、宇宙の果てを越えたら再び出発点に戻るというループ構造になっている可能性もゼロではありません。このような宇宙はトーラスドーナツ型やポアンカレ空間といった複雑な形状をしているかもしれません。その場合、私たちが一直線に進んでいるつもりがいつの間にか出発点に戻っているという奇妙な体験をすることになるでしょう。それはまるで迷路の壁を叩いているうちにいつの間にか反対側に出ていたというような感覚かもしれません。あるいはまるでゲームの世界の端に到達した時、見えない壁にぶつかるようにそれ以上は進めなくなるかもしれません。その壁の向こうには何があるのか想像するだけでゾッとしますね。私たちが見ている星々は実は宇宙の極率によって異なる方向から来る同じ星の光だったなんていう SF のような事態も起こりうるのです。もし宇宙が巨大な泡のようなもので、その外側には別の宇宙、つまり多元宇宙が広がっているとしたら、私たちはその泡の薄い膜にたどり着き、その向こう側に全く異なる物理法則に支配された世界を垣間見ることになるかもしれません。そこでは重力が積力として働き、時間は逆向きに進み、私たちの常識が全く通用しない恐ろしいほどに異質な宇宙が広がっている可能性も考えられます。しかしその膜を突き破ってしまえば、私たちの存在自体が維持できなくなる可能性もあります。私たちの存在はこの宇宙の特定の物理法則と環境に依存しているため、膜を越えた瞬間に私たちは存在を維持できなくなり、文字通り崩壊してしまうかもしれません。まるで水槽の魚が水槽のガラスの向こう側を覗くようなものですが、ガラスがなければ魚は生きていけません。宇宙の果てにそんな命の限界を示す境界があるとしたら、それは驚きであると同時に怖さの極致ではないでしょうか。私たちは宇宙の物理法則という名のガラスケースの中でしか生きられない脆弱な存在なのかもしれません。そしてそのガラスケースの果てには私たちの想像を絶する真実が隠されているのかもしれません。時間と空間の概念の崩壊。私たちが今当たり前だと感じている時間と空間の概念は宇宙全体に普遍的に適用されるのでしょうか。最新の宇宙論ではビッグバン以前にインフレーションという急膨張の時期があったと考えられています。このインフレーションは宇宙が誕生して間もない頃、一瞬のうちに指数関数的に膨張した現象で、その間時間と空間の性質は私たちの知るものとは大きく異なっていた可能性があります。もし宇宙の果てに到達するということが時間と空間が始まった、あるいは終わりを迎える地点に到達することを意味するならば、私たちが認識している物理法則自体が通用しなくなるかもしれません。アインシュタインの相対性理論によって時間と空間は一体のものであり、絶対的なものではないことが示されましたが、宇宙の極限ではその理論すらも通用しないような、さらに根源的な物理法則が支配している可能性があるのです。想像してみてください。時間が逆流したり、空間がねじれて上下左右の概念が失われたりする世界。そこでは過去と未来が曖昧になり、場所という概念そのものが意味を失うかもしれません。私たちは自分の体がどこにあり、どの時間軸に存在しているのかさえ認識できなくなるでしょう。それは私たちの脳が処理できる情報量をはるかに超えた狂気じみた光景でしょう。まるでダリの絵画の世界に迷い込んだかのように、全てが歪み意味をなさない私たちは自身の精神の安定を保つことさえ困難になるかもしれません。もしかしたら宇宙の果てとは私たちが理解できる現実の終わりを意味するのかもしれません。そこでは私たちがこれまで積み上げてきた科学的知識も哲学的な思考も一切の価値を持たない無意味なものとなるでしょう。それは究極の無への回帰であり、私たちの存在そのものが溶解してしまうような根源的な恐怖を伴うものです。この概念はホログラフィック原理とも関連しています。空間の体積の記述はある領域の境界に符号化されているという量子重力及び原理論の性質です。もし私たちがその境界に到達したら、
宇宙全体が実は巨大なホログラムだったなんている事実に直面するかもしれません。私たちがこれまで見てきた数えきれないほどの星々や銀河、そして私たち自身も実は3次元の幻影に過ぎず、真のデータは宇宙の2次元の境界に記録されていたとしたら、それはまるで壮大な VR ゲームの世界の端に到達し、自分がプログラムされた存在だったと知るような、そんな絶望的なブラックユーモアが待っている可能性もあるのです。私たちが生命と呼んでいる現象も感情と呼んでいるものも、全てがプログラムされたコードの一部に過ぎなかったとしたら、私たちが見て触れて感じているこの世界が実は巨大な幻想に過ぎなかったとしたら、その衝撃と恐怖は計り知れません。私たちは自らが自由意志を持っていると信じていますが、もし宇宙全体がホログラムであるならば、その自由意志さえもあらかじめプログラムされたものに過ぎないのかもしれません。この問いは私たちの存在論に深く切り込み、根源的な不安をもたらすでしょう。宇宙の終わり、あるいは新たな始まりに遭遇する。もし宇宙の果てが時間的な終焉と空間的な限界が交錯する場所だとすれば、私たちは宇宙の未来に関する最終シナリオの一つに遭遇するかもしれません。宇宙の終焉については、ビッグリップ・ビッグクランチ熱的死といった複数の仮説が提唱されています。ビッグリップは宇宙の膨張が加速し続け、最終的には原子すらも引き裂かれるという壮絶な終焉。ビッグクランチは宇宙が膨張を止め、収縮に転じて一点に潰れてしまうという逆ビッグバン。そして熱的死は宇宙が無限に膨張し続け、全てのエネルギーが均一に拡散し、何事も起こらなくなるという静かで寂しい終焉です。宇宙の果てにたどり着いた私たちは、これらの終焉のシナリオが進行している最中を目の当たりにするかもしれません。しかし一方で、宇宙の果てが新たな始まりの場所である可能性も捨てきれません。ビッグバンに関する新説の中には、宇宙の始まりがビッグバン以前に重力波が宇宙を紡いだ可能性や、ビッグバン自体が別の宇宙のブラックホール内部で起きた反発バウンスだったという仮説も提唱されています。もし宇宙の果てが別の宇宙への扉であり、あるいは次のビッグバンが準備されている場所だとすれば、それは終わりであると同時に始まりでもあるという究極の二重性を持つ場所となります。私たちは宇宙が常に生成と消滅を繰り返す壮大なサイクルの一部を垣間見ることになるかもしれません。もし私たちがその宇宙の境界に立ち、次の宇宙が誕生する瞬間に立ち会うことができたとしたら、それは想像を絶する光景でしょう。まさに神の創造の現場を目の当たりにするような畏敬の念と人間としての無力さを同時に感じる体験となるはずです。しかしその新たな宇宙が果たして私たちのような存在を許容するのか、あるいは全く異なる生命の形が生まれるのかは誰にも分かりません。もしかしたら私たちが目撃するのは、私たち自身の存在を完全に否定するような異形の宇宙の誕生かもしれません。その恐怖はまるで自分のルーツを探し求めて故郷に帰ったはずが、そこにいたのが見知らぬ異邦人だったというような感覚に似ているかもしれません。多元宇宙論の現実化。最後のシナリオとして、私たちが到達する宇宙の果てが実は別の宇宙への入り口、すなわち多元宇宙の現実化を意味する可能性です。多元宇宙論とは、私たちの宇宙以外にも無数の宇宙が存在するという考え方で、量子力学の多世界解釈やインフレーション理論の派生型など様々な形で提唱されています。これらの宇宙は互いに異なる物理定数や物理法則を持つ可能性があり、私たちの宇宙とは全く異なる生命や文明が存在するかもしれません。もし宇宙の果てに到達した時、私たちが目にするのが無限に広がる他の宇宙の泡だったとしたら、それはまるで広大な海原に浮かぶ無数の泡の一つが私たちの宇宙であり、その境界線を越えれば別の泡へと移動できるというようなものです。しかしこれらの宇宙間の境界は非常に薄く不安定なものかもしれません。そこを通過しようとすれば、私たちの体や精神がその異なる物理法則に適応できずに分解されてしまう可能性も考えられます。まるで異なる OS のコンピュータに互換性のないデータを無理やり読み込ませようとするかのように、私たちの存在自体がエラーを起こしてしまうかもしれません。あるいは私たちが到達する宇宙の果てが私たちの宇宙のコピー、つまりパラレルワールドへの入り口だったとしたら、そこでは私たちと全く同じ容姿のもう一人の自分が少しだけ異なる人生を歩んでいるかもしれません。そのもう一人の自分と対面した時、私たちはどのような感情を抱くのでしょうか。親近感、あるいは自分自身の存在意義を揺るがされるような深い不安。もしかしたらそのパラレルワールドでは
私たちが犯した過ちを修正し、もっと幸福な人生を送っている自分がいるかもしれません。あるいはその逆で、私たちよりもはるかに不幸な人生を歩んでいる自分がいるかもしれません。そのどちらも私たちにとっては衝撃的であり、同時に深い恐怖を抱かせるでしょう。宇宙の果てで自分自身の可能性の無限性と同時にその無限性によって引き起こされるかもしれない狂気と対峙する。これほどまでに人間存在の根源に迫る体験は他にないでしょう。そしてもし本当に宇宙の果てに到達したとしたら、私たちは宇宙の始まりと終わりの秘密の一端に触れることになるかもしれません。宇宙の始まりはビッグバンよりもさらに前、重力波が宇宙を紡ぎ、ビッグバン自体が別の宇宙のブラックホール内部で起きた反発だったという仮説も提唱されています。これらの仮説が真実だとすれば、宇宙は単一のイベントで始まったのではなく、もっと複雑で連続的なプロセスの一部として存在していることになります。宇宙の果てはその壮大な宇宙のドラマの舞台袖のような場所なのかもしれません。もし宇宙の果てがこれらの宇宙論的な真実が凝縮された場所だとしたら、そこで私たちは時間も空間も意味を持たない混沌としたエネルギーの渦を見るのかもしれません。それは無限の創造と破壊が同時に起こる文字通りカオスの世界。そこでは物理法則がその姿を変え、素粒子が意味を失い、私たちの認識能力が完全に限界を迎えるでしょう。私たちの想像力をはるかに超えた究極の驚きであり怖さの美学がそこにはあるでしょう。それは異しくも恐ろしい宇宙の真の素顔を垣間見る瞬間となるはずです。しかしその美しさと引き換えに、私たちは人間としての理性や感覚、存在そのものを失うことになるかもしれません。まるで禁断の知識に触れた者がその代償として正気を失う物語のように、宇宙の果てで得られる真実の代償はあまりにも大きいのかもしれません。しかしもっと恐ろしい可能性も存在します。それは宇宙の果てに到達した時、そこで何も見つけられないこと、何もなくただ無限の虚無が広がっているだけ、存在の根源を探し求めて旅をした先にあるのは無だけだったとしたら、その絶望感はあらゆる恐怖を超越するのではないでしょうか。私たちが抱く希望も夢も努力も全てが無意味に思えるほどの究極の虚無、まるで人生のゴールテープだと思って走り続けた先にタダムと書かれた看板が立っているようなものです。その時私たちは何を信じ、何に価値を見出すことができるのでしょうか。人類の存在意義そのものが問われる究極の問いがそこに待ち受けているのかもしれません。そしてその虚無の果てで私たちは自分自身の存在がいかにちっぽけで意味のないものだったのかを思い知らされるのかもしれません。それはどんな物理的な破壊よりも精神的な破滅をもたらす最も恐ろしい宇宙の果ての姿なのかもしれません。結局のところ宇宙の果てに何があるのか、私たちにはまだ知る由もありません。もしかしたらそこには巨大な KEEP アウトの看板が立っていて、これより先宇宙の果て立ち入り禁止、もし入ったら宇宙のすべてがバグりますと書かれているかもしれませんね。そしてその看板の裏には宇宙を創造したとされる存在が宇宙の端っこでゴロゴロと昼寝をしているのかもしれません。まるで壮大な物語の舞台裏で神様がコントローラーを握ってゲームオーバーのボタンを押す準備をしているかのように、私たちが懸命に宇宙の謎を解き明かそうとしている間にも、その創造主は私たちの探求をまるで子供の遊びのように微笑ましく見守っているのかもしれません。そして飽きてきたらつまらないゲームをリセットするように一瞬で私たちの宇宙を消し去ってしまう。そんな無慈悲な可能性も宇宙の果てには潜んでいるのかもしれませんね。結局私たちは広大な宇宙の手のひらの上で踊らされているちっぽけな存在に過ぎないのかもしれない。そう考えると少しだけ人生の悩みも小さく見えるかもしれませんね。あるいは逆に私たちのささやかな悩みが宇宙の壮大なドラマの中ではどれほど取るに足らないものかと思い知らされ、虚しさに襲われるかもしれません。いずれにしても宇宙の果ては私たちに多くの問いを投げかけ、ほとんど答えを与えてくれない場所なのでしょう。しかしその問いかけこそが私たちを駆り立てる原動力なのかもしれません。私たちは永遠に答えを求め続ける旅人なのです。最後に、もしあなたが宇宙の果てにたどり着く幸運、あるいは不運に恵まれたなら、ぜひその体験談を教えてくださいね。きっと誰も信じてくれないでしょうけれど、最後までご視聴いただきありがとうございました。雑学パニックのチャンネル登録を忘れなく。